皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の1月の16日金曜日ですね。時間がまた大幅に遅れまして、日本時間の夜の9時54分ということで、約1時間半ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、スイス中央銀行の金融政策の目的はスイスフランの安定イコール為替管理だが、米中央銀行、欧州中央銀行、日銀の金融政策の目的は自国の景気刺激のための金融緩和であると。このナンバー1というのが今日のメインテーマです。ワイワイニュースライブ、今日の通算は2920回目ということです。音声と映像、今のところ問題なく配信されているということです。今日の最新のお知らせ、これは火曜日にもお知らせしましたように、田中龍作ジャーナルへの財政支援のお願いということで再び取り上げました。月曜日の放送の中でも取り上げたということなんですけど、田中龍作さんは今月24日支払い期限のサーバー料金34万3405円の支払いに、苦しんでいるということで、もしもこのサーバー料金が払えなくなると、彼の記事の配信が停止されるというふうになっちゃうんですね。ということで、日本で数少ない独立系ジャーナリスト、体を張ってですね、世界各地に飛んでいくという非常にユニークな取材活動を今後も続けてもらいたいということで、やはり、緊急の財政支援を皆さんに、訴えたいということで、私も昨日ですね、送金しましたけど、ぜひ、みんなで、緊急事態ですので、彼を支えようということです。そして次がですね、火曜日、1月14日夜のワイワイニュースライブで放送したメインテーマ、なぜ欧州ロスチャイルド家は50億ドル、約5400兆円ものとてつもない資産を秘密裏に、蓄積できたのかということで、このソン・ホンビンさんの通貨強奪のロスチャイルド通貨強奪の歴史とそのシナリオと、この本を紹介したんですね。そして、それを受けて、YouTube 向けの表紙をこういうふうに作ってくれました。ソン・ホンビンさんの写真ですね。これ初めて見たんですね。若いですね。彼はですね、今年で52歳かな。ソン・ホンビンさん、1968年中国四川省生まれということで、東北大学を卒業したと、中国の。そして1994年に米国に留学して、ワシントンのアメリカン大学で修士号を取得。専門は情報工学と教育学と。修了後、アメリカで就職、様々な経験を積むと。で、2007年にファニー・メイとフレディ・マックのコンサルタントを務めたということで、まさに、プライムローンのバブルのを引き起こしたこの2つの住宅供給公社ですよね。ファニー・メイとフレディ・マック、そのコンサルタントをしてたということで、例のリーマンショックに、金融恐慌の真っ只中にいたということなんですね。そして2007年11月に中国に帰国したと。で、2008年からは、環球経済研究院の院長に就任ということで、その時に書いたのがこの本なんですね。
カーランシー・ウォーという。で、なぜか、英語版は出てないんですね。フランス語版は出てないんですけど、英語版出てないんですよ。で、中国で150万部売れたと。それから韓国で、1万かな、2万かな、台湾でも1万5千と。で、日本で、はおそらく1万部ぐらい売れてると思いますね。大ベストセラーですけど、なぜか英語版が出版されないという、まさにロシア批判を正面からしてるんで、英語での出版が妨害されて、出版されないという、なんか不思議なことが起こってるんですね。これですね。これが火曜日の放送で、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが341名様、YouTube で402名で、全体で743名様の方が視聴されているということですね。そして昨日の仏日語放送の表紙がこれです。これ要するに、私は実体経済は健康細胞であり、金融経済はがん細胞だと。で、がん細胞が金融経済健康細胞に取り付いて、養分を吸い取ると。そして、数十倍の規模に肥大化して、最後は健康細胞をがん化させて、殺すと。そして自らも死ぬまで肥大化するということなんですね。これががん細胞なんですね。ということで、こういう表紙を作っていただきました。で、現時点での視聴者数ですけど、まあ、普通日語ということで、ツイキャスが101名、YouTube が176で277ということで、まあ、通常の日本語放送の半分以下ですね。ということです。いうことですね。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信中ですと。から石森さんがコンティニューコイン配信ありがとうございますと。初耳さん、いつもたくさんのコンティニューコインありがとうございます。1、2、3、4、5、6、7、7枚ですね。配信ありがとうございます。そして今日のメインテーマをリツイートしてくれました。それからキララカットさんがお茶爆10と、K さんがコンティニューコインです。よろしくお願いしますと。それからこの放送の前ですね、スナズキンさん、雪組ということで、イランでの抗議行動はワシントンの画策、マスコミに載らない海外記事と。まあこれはちょっとクエスチョンマークですよね。確かに画策はあると思いますけど、当然。でもそれだけじゃないでしょ。ということです。から翔さんがコンティニューコインですね。そして次のコラムですけど、今日の注目情報として記者手帳、ハンギョレの記者、この義務ソヨン統一外交チーム記者と、この方がですね、頑張れ山本太郎という記事を書かれてるんですね。1月の15日ですから昨日付ですね、ハンギョレ新聞。この記事なかなか面白いんでちょっと読もうと思うんですね。日本のみならず韓国でも SNS で注目を集めている日本の政治家がいると。結党9ヶ月の日本の新生政党令和新選組の山本太郎代表だと。令和新選組は令和時代日本の連合を新たに導く組織という意味だと。で、党代表の山本は院外で活躍していると。日本の参議院比例、代表選挙は党と個人に投票してそれを合算する方針だが、山本は昨年7月の参議院選挙で全候補全体中最多得票を獲得。しかし候補者名簿の3位を選択したため落選したと。令和新選組は戦略的に比例名簿1、2位を重度障害者に割り当て、彼らが当選したと。
選挙が終わって山本が選んだのは街頭質疑応答だと。ほとんどの政治家が選挙シーズンに派手な街頭演説を行う一方、彼は選挙が終わってからより本格的に人々との対話に取り組み始めたと。北海道、九州、沖縄、東京、大阪、京都など全国を回ったと。これには理由があると。彼は今年46歳、1974年生まれ、15歳の時から芸能人として生活してきたと。彼の人生を変えたきっかけは、2011年の東日本大震災、原発の危険性を隠蔽する日本政府を批判しただけなのに、その後ドラマ出演が取り消され、芸能プロダクションから追い出された。彼は芸能生活ができなくなると、原発反対運動をしながら1年半にわたって全国を回ったと。人々と会い、原発問題だけでなく、貧困、非正規労働者、障害者など、日本の絶望的状況に目覚め始めた。こんな地獄が広がっているとは知らなかったと。私はこのような課題に声を上げたこともなければ行動することもなかったと。無関心な私がこの地獄のような世の中を作ったんだと思ったと。朝日新聞の発行する月刊誌ジャーナリズムとの最近のインタビューの内容であると。彼は現場で日本の姿をありありと見て政治の世界に足を踏み入れたと。2013年の参議院選挙では東京選挙区から出馬し当選していると。山本は常に現場で新しい道を探ったと。昨年9月から12月まで行われた山本の全国ツアーの映像の中でも、涙の演説は韓国でも有名だと。人間の価値を生産性で語る世の中、あなたは家の役に立っているか、会社の役に立っているか、社会の役に立っているかという空気の中で、もうみんなボロボロなんですよと。1年間で2万人ぐらいの人が死んでるんですよねと。自殺で死にたくなるような世の中やめたいんですよと。この国で一番偉いのは誰？皆さんなんですよ。だったらやりましょうよ。山本はこう言いながら子供のように、涙を流したと。人の心を打つ演説だけでなく、山本が持って、歩く5万枚のスライドには労働、経済、財政、教育など彼が取り組みたい政策が織り込まれていると。そして現場では有権者と対話しながら少しずつ修正していると。私は全国ツアーの映像をしばしば見るのだが、今は山本よりも現場での反応の方が興味深いと。あまり自分の意見を表に出さない日本人が公共の場で自由に質問する姿が新鮮だと。山本はいつも国民という単語ではなく、この国に住んでいる人たちというが理由があるのか。中学生です。今日本の教育制度は深刻だと。教育公約を聞きたいと。日本が日米関係で自主独立という立場を取る上で、防衛外交はどうすればよいと思うかと。9歳、地球温暖化は人間がコントロールできないほど臨界点に達しているようだ。どうすればいいか。彼らは山本と新しい日本を語っていたと。日本社会が変われば、韓日間の歴史問題も未来志向的に解決できるのではないかと。日本社会が強制動員、慰安婦被害を国益でなく人類の普遍的な人権問題と見るようになるというのは夢に過ぎないのだろうかと。山本に質問する日本人を見ると小さな希望が湧くと。まだ日本社会には山本の政治をショーと見る人が多い。しかしこのようなショーなら続けても悪くはないと思うと。応援する。頑張れ山本太郎と。キム・ソンヨン統一外交チーム記者、女性の記者なんですね。非常にいい記事ですね、これね。ということで、このハンギョレ新聞を今日の注目情報として取り上げました。そうか、今までのやつをちょっとあれですね、アップしますね。
田中隆作ジャーナルへの財政支援のお願いということですね。うん。えっとそして、具体的な財政支援の方法に関しては、この記事ですねの URL をクリックしていただいて、そこに送金先の銀行情報、銀行口座情報があります。それから火曜日のメインテーマの表紙ですね。孫本斌さんの本の紹介で、なぜ欧州ロシア時計は50兆ドルもの、これ違うわ、とてつもない資産を秘密裏にですよね、誰にも分からず、ここが彼らの頭のいいところで、常に隠れてるんですね。とてつもない資産を築けたのかと。この答えは孫本斌さんの本の中にあるということで、その該当箇所をアップしたんですね。それで現時点での視聴者数が734名様と。それと昨日の仏日語放送のメインテーマ、実体経済と金融経済の関係ですね。なぜ世界中で貧困の蔓延、人間の尊厳の破壊、地球環境の破壊がこれほどまでにひどい状態で行われているのかということですよね。それで現時点での視聴者数は277名様ということですね。そして今日の注目情報として、ハンギョレの女性記者、頑張れ山本太郎と、よく分かってますね、彼女はね。山本太郎の本質が本当よく理解しているということで、ぜひこの記事をお読みください。そして今日の一言ですけど、これは昨日の仏日語放送のメインテーマから、私の言葉ですね。実体経済と金融経済の関係は一体何かということ。実体経済とは我々の日々の生活によって価値を生み出す
実物経済であると。で、金融経済とは実体、とりあえず実体経済とは何かというね。そして金融経済とは何かと。これは実体経済から派生したお金と金融商品をただただやり取りすると、売買するということだけで何の価値も生まない博打経済なんだと。これが必要、キーポイントですよね。それでは実体経済と金融経済の関係は何かと。わかりやすく言うと、実体経済は人間の健康細胞であると。で、金融経済っていうのは、がん細胞だということなんね。ですなわち、金融経済、がん細胞は、実体経済ある人間の健康細胞に取り付いて、養分を吸い取って、周囲に毒素をまき散らして、死ぬまで肥大化するがん細胞なんだと。いうことなんです。だからがん細胞を消滅させないといけないということですよね。で、日本の実体経済、がん細胞の規模は、実体経済、がん細胞じゃないや、健康細胞の規模は GDP、国内総生産の規模と同じ約540兆円であると。それでは金融経済の規模は何かというと、公表されてないですね。他方、日本の金融経済、がん細胞の規模は公表されてないが、金融経済の規模を年間の金融商品の取引額とすると、私の計算では約1京円、約1万兆円になると。これは株式の取引ですよね。大体、株の取引っていうのは大体1日2兆円ぐらいなんですね。で、年間で750兆円ぐらい、ちょっと減ってるんですけど、それとか、あるいは国債をはじめとした債券、あと社債ですね。社債、それから債券、国債ですね、と政府機関債、それとデリバティブという正体不明のですね、金融派生商品と、それと先物取引、商品の先物取引、貴金属、金とか銀とかプラチナとか、あるいは銅とか錫とか石油とか、あるいは食品ですよね、小麦とかトウモロコシとか、ありとあらゆるものが金融商品になって、それを売買するというのが金融経済なんですね。そして最大のものが FX なんですね。信用取引、為替の信用、証拠金取引、これがものすごいんですよ、規模が。日本で、7000兆円ぐらいになってるんじゃないですか。6000とか7000とか全部で合わせると9500兆円、約1京円になるということですね。これに中に含まれてない金融商品ありますんでね、軽く1兆円超えると思うんですね。すなわち日本の金融経済、がん細胞の規模は実体経済、健康細胞の約20倍になっているということですね。で、世界支配階級と代理人の各国支配階級はこの金融経済、がん細胞が実体経済、健康細胞を破壊し殺している事実、真実を隠してんだと。だから分かんないんですね。見えないんですね。
それじゃあ日本と世界各国に共通で起きている悲劇と不幸の根本原因はこのことなんだと。肥大化した金融経済がん細胞が実体経済健康細胞を全面破壊して殺し、自分だけが肥え太るということが根本原因なんだということが隠されちゃってるんですね。世界各国共通で何が起こっているかと。貧困と格差が蔓延していると。だからいくら働いても労働者の賃金は低下すると。で、長時間労働による過労死とうつ病が蔓延していると。単に日本だけじゃなくて世界各国共通なんですよね。そして政府を批判し、貧困や不平等を糾弾する国民を弾圧する独裁的な大統領や首相が各国で、誕生していると。アメリカのトランプとか日本の安倍とかフィリピンとかあるいはブラジルあるいは中国、ロシアプーチン、そしてフランスのマクロンもそうですよね。独裁者ですよ。見かけは一見近代的民主的ですけど、やってることは独裁者ですよ。で、地球温暖化によって大規模な台風や豪雨や灼熱地獄や森林火災が発生し、人間と動植物を破壊していると。これが地球環境の破壊なんですね。CO2 ですよ、これはほとんど。CO2 じゃないという、それは謀略論だという人が結構いますけど、これだけ300億トンとか400億トンの CO2 が毎年人間の産業活動、生活活動の中で、発生してるんですね。それが温暖化とは関係ないというふうに言ってるバカが多いんですよね。なんでしょうね。それから金融経済、がん細胞による実体経済、健康細胞の全面破壊をストップする方法とは何なのかと。それは金融経済に課税することだと。これしかないんですね。金融経済を消滅はできないんで、縮小させると。5% の金融取引税を課税すると。で、日本の一軒の金融経済、1万兆円に 5% の金融取引税を課税すれば、新たに500兆円の税収が生まれると。それによって、ベーシックインカムとか、教育の完全無償化とか、子ども手当とか、返済義務のない奨学金制度とか、あるいは健康、介護、福祉等々の財源、そして1100兆円にも膨れ上がった日本国の借金を10年で返すという財源にすべきなんですね。で、今日本をはじめとする世界各国で、必要なことは各国の金融経済に 5% の金融取引税を課税する市民革命政権を一日も早く樹立して、金融経済を縮小させ、実体経済を再生することだと。これしかないということなんですね。そんなことできないよと言ってる人が今のところ大半かもしれないですけど、それしかないんですよ。それができなければ人類は滅亡ですよ、本当。というのが今日の一言ですね。一言にしては長かったですけどね。現在時間が30分4秒、24名様、全体で52名様、コメントが30件ということですね。そして今日の
今日の推奨か。今日の推奨本の朗読ですね。これはこの本、エレーナ・ベルタ・エルマン、グレタ・スパンテ、ツンベリー著、グレタたった一人のストライキということで、海と月社、2019年10月7日間ですね。今日は第14回目の朗読ですね。難民に住まいを提供するという1ページですね。読みますね。2015年秋、ヨーロッパは第二次世界大戦以後、最大の難民危機を経験したと。これほどの難民危機は、市民社会全体が腕まくりし、協力しなくては対処できないと。そう考えた私たちは、自分たちができることをしたと。ベアタとグレタの意欲はもっと高く、インガレー島にある私たちの別荘を難民の住まいにできないかと提案してきたと。11月、ある小さな家族がそこに住み始めたと。私たちは、バスカードと食料を手配し、彼らは難民認定が終了するまでそこで暮らしたと。休日には彼らと一緒に、シベリア料理を食べ、ダマガスカスから持ってきていた写真を見たと。グレタは鍋やお皿の上に身をかがめ、食べ物の匂いを嗅いだだけだった。ベアタは私たちが貸し出したソファーに背筋を伸ばして座り、模範的な微笑みを浮かべ、勇敢にもシベリア料理に挑戦したと。スバンテと私は良いゲストでいるよう努力をしたと。でもいくら努力してもさらに前進するためにはそれ以上の多大なエネルギーが必要だったと。もっと貢献したかったがこれが限界だと。私たちは疲れすぎていたというところが今日のところですね。で次回ですね、来週の月曜かな、ベアタの叫びというところですね。はい、ということです。今日読んだところをアップしますね。ということで今日のメインテーマです。今日のメインテーマはスイス中央銀行の金融政策の目的はスイスフランの安定イコール為替管理だが、米中央銀行、欧州中央銀行、日銀の金融政策の目的は自国の景気刺激のための金融緩和であるとのナンバー1ですね。これ今日のテーマが今日のテーマを選んだのは2つのですね、スイスインフォというスイスの国営放送の記事2つをたまたま読んだんですね。それの記事の中からやはりスイスの中央銀行って日銀とか FRB とか ECB と全く違うんだなということを初めて知ったんですね。で該当記事の1として金融政策スイス中銀巨額黒字で大盤振る舞いという1月14日付スイスインフォから2つ目がそれより前なんですけど通貨の番人ガファ投資進めるスイス中銀が抱えるリスクということで、同じ記者のムートゥ・アキコさんという方がこれは去年の7月19日スイスインフォに、書いた記事、この2つなんですね。で、今日のメインテーマですね。
スイス中央銀行の金融政策の目的はスイスフランの安定、為替管理だが、米中央銀行、欧州中央銀行、日銀の金融政策の目的は自国の景気刺激のための金融緩和であると、ナンバー1と。この違いがよくわかるスイスインフォの記事を2つ取り上げたと。で、その違いのポイントは以下の通りということで、私がまとめたポイントですね。1がスイス中央銀行 SNB の金融政策。1、スイス連邦憲法はスイス中央銀行 SNB に国全体の利益を考慮した金融政策を行うように義務付けていると。収益を上げたり配当金を分配したりすることは SNB の目的ではないと書いてあるんですね。2つ目、スイス中央銀行 SNB は外貨準備管理、為替管理を役割として持っていると。いつでも金融通貨政策を取る余地がある状態を保つ使命を持っていると。だから日銀は持ってないんですね、これ。日本の場合の為替、管理っていうのは日銀じゃなくて、財務省が持ってるんですね。で、為替の管理は為替のへの介入っていうのはアメリカからの批判を受けるんで、ここ10年ぐらいやってないんじゃないですか。だからアベノミックスの金融緩和、財政、積極的な財政出動によって700兆円もの資金がですね、流れて当然円安になりますよね。それに対して日銀は一切介入しないと。ここが違うんですよ。だから円安になって、輸出大企業トヨタとか日産とかソニーとかは大儲けしたんですね。で、逆に、輸入に頼る国民に必要な食料とか日用品等々は円安によって、その分高くなったということで国民に負担がいったと。大企業を儲けさせ、一般消費者に、円高の損をツケを回したというのが日本なんですね。だからスイスは違うんですよね。ということです。土山純一さんですね。いつもありがとうございます。お茶爆店とコンティニューコイン2枚ですね。それから雪丸馬さんクラッカーですね。はい。3番目、スイス中央銀行 SNB は個別株を積極的に買っていると。SNB は米国株を含め、1527億フラン、約16兆6000億円を外国株に投じているということなんですね。で、4番目、スイス中央銀行 SNB が外国株を積極的に買うのは安全資産であるスイスフランの為替レートを安定させ、急激なフラン高を抑制するためだと。まさに為替管理のためなんですね。スイス中央銀行 SNB が為替レート安定のためにスイスフランを売り、ドル、ユーロ、円を買うことでたまった外貨、巨大な外貨の運用のために外国株を購入してんだということなんですね。で、6番目、スイス中央銀行 SNB の外国株などを資産購入する目的はスイスフラン高のためにスイス企業が輸出競争力を失わないためだと。そのために為替介入を行うのであって、他の中央銀行のように金融緩和のためではないんだと。ここが違うんですね。で、2番目が米中央銀行 FRB、欧州中央銀行 ECB、日銀の金融政策と。1、中央銀行、米中央銀行、欧州中央銀行、日銀の金融政策はスイス中央銀行のように国全体の利益を考慮した金融政策ではなく、
自国の景気を刺激するための金融政策イコール金融緩和なんだと。この違いが大きいんですね。だから円安になっても介入しないと、円高になっても介入しないと、こういうスイス中央銀行との違いが出てくるんですね。そのため米中央銀行、欧州中央銀行、日銀は民間の株や社債ではなくて自国政府発行の国債や政府機関債を資産購入するのが大半であると、こういうことなんね。だからスイスみたいに外国の株を中央銀行が買うということになると、いわゆる自国の、経済活性化のためにはなんないわけですよね。外国の株ですからね。だから自国の経済を活性化するために、各国の政府が信用創造した国債をまず民間銀行に引き受けさせ、そして最後には中央銀行が資金提供して利息を払って、引き取るという複雑なルートを取るわけですよね。要するに自国の経済を刺激するっていうことは自分たちの金融経済を膨張させるというために国民資産を使うという、私の言っている政府と中央銀行と民間銀行が三位一体で国民資産を横領する、それぞれが持っている信用創造特権、中央銀行が持っている通貨発行権で、民間銀行が政府が持っている国債発行権、そして民間銀行が持っている他人の金の 1% を中央銀行に予託することによって100倍の信用創造が生まれると。その信用創造で生まれた偽りの資金ですよね。実物じゃないですよ。に高い金利をかけて、個人、企業、地方自治体、政府、中央政府を借金漬けにすると。そして巨大な利益を上げるというのがこの三位一体の国民資産横領のシステムなんですね。だから信用創造で、通貨発行権を外国の株あるいは民間の株を買うことじゃなくて、常に国債を買うようになってるわけですよね。で3番目、米連邦FRB は株の購入は禁止されてるんですね。株の購入できないんですね。だから欧州中央銀行 ECB の資産購入プログラムもまた国債や政府機関債などが対象に絞られているということで、株の購入もできないんですね。で、日銀は ETF という上場投資信託、これは年間8兆円ぐらいしかないんですけどの購入を通じて株に投資するんですけど、ほとんどが国債や政府機関債を購入しているということなんで、この差は大きいんですよ。今まで全然知らなかったですけど、そして当該記事として金融政策スイス中銀、巨額黒字で、大盤振る舞いということで、2019年スイス中央銀行が得た黒字は、4900億フラン、スイスフラン、約5兆6000億ですって。そして2つ目に、の記事として通貨の番人GAFA投資進めるスイス中銀が抱えるリスクということで、そうなんですね。GAFAに巨大な投資をしてるんで、もしも国際金融恐慌が起こった場合、もろに受けちゃうんですね、これね。
というのがリスクとして、スイスインフォの記事には書かれているということですね。ということです。ちょっとポイントだけ、アップしますね。全部は無理なんで。今日のメインテーマ。スイス中央銀行の金融政策の違いと。その1、スイス連邦憲法はスイス中央銀行に国全体の利益を考慮した金融政策を行うように義務付けていると。収益を上げたり配当金を分配したりすることは本来の目的ではないということなんで、だから主な金融政策は為替の管理になってるんですね。スイス中央銀行は外貨準備管理を役割として持っていると。いつでも金融通貨政策を取る余地がある状態を保つ使命を持っているということなんね。だから景気刺激のための金融緩和の道具として、中央銀行を使うということにはなんないですね。中立的と、文字通り中立なんですね、これ。で、日本とか他のところは中立を装っても結局は政府主導になっているわけですよね。3、スイス中央銀行は個別株を積極的に買っていると。で、現在米国株を含め約16兆6000億も株を買ってるんですね。それは儲けるためが目的じゃないと。それはスイスフラン、安全資産であるスイスフランの為替ルートがほっとくとですね、急激なスイスフラン高になって、輸出産業が壊滅するという危機感を持ってるんですね。ですからスイスフランを安定的なレートにするために、ドルとかユーロとか円を買うと。そしてたまった巨額な外貨を運用のために、外国株に投資していると、こういうことなんですね。目的はあくまでもスイスフランの安定化なんですね。為替管理なんですね。で、スイス中央銀行が外国株の資産を購入する目的はあくまでもスイスフラン高のためにスイス企業が輸出競争力を失わないために為替介入するということなんですね。ですから、金融緩和、景気刺激のための金融緩和ではないと。この違いが大きいですね。で、アメリカ FRB、欧州 ECB、日銀の金融政策。これはスイス中央銀行のように国全体の利益を考慮した金融政策ではなく、自国の経済を刺激するための金融政策、いわゆる金融緩和のためであるということなんね。
金融緩和すればどこに一番利益がいくかというところはもう分かってるわけですよね。大企業であり金持ちであり、そして、金融経済、そこに行くわけですよね。そしてそれ第2第3のあれとして、今まではそのおこぼれが一般大衆、中小零細企業、一般庶民のところに来たんですけど、今はほとんど来ないと。ほとんどが大企業、金持ち、そして金融経済の方に流れるという構造ですよね。そのためアメリカ FRB、ECB、日銀は民間の株や社債は購入しないと。自国政府発行の国債や政府機関債を資産購入するということなんですね。景気回復に役立たないんですね。外国株を買っても。はっきりしてるんですね、これは。FRB の株の購入は禁止されていると。ECB も株は買えないと。中央銀行。政府の発行した国債とか政府機関債しか買えないと。で、日銀は株を買えるんですけど、ETF という上場投資信託、たかだか年間で8兆円ぐらいですけど、ほとんどが国債なんですね。それで買い取った国債が470兆円になるという、とてつもない。だから結局政府が発行した国債をまず民間銀行に買い取らせて、政府から利子を払わせ、そして最終的には日銀が買い取ると。そして日銀が民間銀行に資金供給をするという資金供給をするという構図っていうのはスイスにはありえないんですね。アメリカ FRB、ECB、日銀、いわゆるロシアド国際金融マフィアが支配管理しているイングランド銀行もそうですよね。4つの主要中央銀行が全てスイスと中国以外ですね。彼らが支配しているのは自国の経済活性のために金融緩和をするという道具としてこの三位一体の国民資産横領のシステムを活用して彼らだけが肥え太るという構図になっているんですね。それで今日取り上げたスイスインフォの記事、これぜひちょっと長いんですけどお読みください。これナンバー1ですね。そしてナンバー2、これがナンバー2です。ということで今日のメインテーマはスイスっていうのはその直接民主制のシステムがうまく導入されているということと、それからこのスイスの中央銀行の役割がまさに国民のために役立つような為替管理を主業務にしているということなんですね。だからスイスっていう、人口850万人ぐらいしかいない小国ですけど、非常に、中央銀行の在り方、あるいは民主主義政治の在り方、
に関しては参考になると、いい手本になってますね。というのが今日のメインテーマです。で、今日のトピックスですね。今日のトピックス、日韓現代、安倍首相躊躇ないが発端と、通常国会冒頭解散説再浮上ということ、あいつはやるでしょうね。いわゆる通常国会の冒頭に解散するということを彼はやるでしょうね。3度目、彼の在任中、今回やれば3度目なんですね。だから私が言っているように、日本の内閣総理大臣には解散権なんかないんですよ。衆議院の解散権なんかないんですよ。それをほとんど誰も言わないと言ってんのは、私以外誰かいますかね。いないんじゃないですか。だからこの日韓現代でも殿下の宝刀を抜くんじゃないかという、殿下の宝刀自体を持ってないんだと。日本の首相は殿下の宝刀なんか持ってないんだと。衆議院の解散権は衆議院が4年一度定期的に国会を解散する国会のいわゆる期限、でしかありえないんですね。それをあたかも首相に衆議院の解散権があるという嘘、憲法違反の大嘘が曲がり通っているということで、野党誰も言えない、野党の国会議員誰も言えないです。山本太郎も言わないですよね。衆議院解散があるかもしれないから100人140人の候補者を擁立できるような体制を取りますというふうに言ってるだけで、首相には解散権がないんだということは言わないですね。彼に私は直接説明したんですけど、まだ分かってないか、あるいはあえて言わないのか分かんないですけど、でその理由として私が言ってるのは憲法第41条の短い、条文ですね。国会は国権の最高機関であると。で、唯一の国の立法機関であると。非常に重要な2つのことを言ってるんですね。で、最初の国会は国権の最高機関であるということは、国会の下に、内閣とそれから最高裁があるということなんで、国権の最高機関で上部にある国会をその下部にある内閣の長でしかない内閣総理大臣が自分たちの都合のいい時に解散する権限なんかありっこないんですよね。だから野党がバラバラとか、野党に選挙資金がないとか、野党がスキャンダル抱えているとかという野党が弱い時を狙って、解散すれば選挙勝つのは当たり前じゃないですか。それプラスマスメディアを支配コントロールして、あるいは国権の暴力装置である検察とか警察とか、あるいは税務署を使って、野党の候補者のスキャンダルとか、あるいはスキャンダルをわざとでっち上げて、事前検挙するとかですね、等々で野党に不利になるような状況を作るとか、何でもできるわけですよね。だから戦後70数年間2度の例外を除いて、アメリカの傀儡政党自民党が日本の政治を独占してきた最大の理由っていうのはこれなんですよ。自分たちの都合のいい時に衆議院を解散すればバカでも選挙に勝てるわけですよね。そのことを誰も批判しないと、正面から批判しないと、こういうことでしょ。だから憲法第41条に明確に違反しているということですよね。それで憲法第7条の2つ目の理由なんですけど、憲法第7条の天皇の国事行為という項目の中に、第3項ですね、第2項と第3項なんですけど、衆議院の解散
天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散すると。第3項で、第2項は天皇は内閣の内閣の承認に基づいて国会を召集すると。この2つの国会召集と衆議院の解散、この2項目だけ、直接解散するとか直接国会を召集するっていう、天皇の国事行為ではありえないような天皇の、国政行為そのものの文言に差し替えられてるんですね。本来だったら天皇の国事行為であれば、第2項は天皇は、内閣の諮問と承認、助言と承認によって、国会の召集を宣言すると。第3項、天皇は内閣の助言と承認によって衆議院の解散を宣言すると。そういうことなんですよ、国事行為っていうのは。それを、国会を召集するとか衆議院を解散するっていう国政行為そのものの文言に、この日本国憲法を作った、そして施行したマッカーサー当時の GHQ 総司令官の謀略があったわけですよね。でそのことに対して誰も批判しないと。日本に憲法学者がおそらく1000人以上いると思うんですけど、誰も批判しないですね。この文言はおかしいと。これは国事行為の文言じゃなくて国政行為の文言がすり替えられてるんじゃないですかっていう、誰でも分かるようなことを誰も言わないんですね。で、特に、野党権力批判、政府批判の最先端にいる最先鋒である木村翔太という、憲法学者は非常に、政府批判する野党には英雄みたいに言われてますけど、彼が報道ステーションの中で言ったことは、日本の内閣総理大臣には憲法第9条第3項の規定があるから、首相には衆議院の解散権がありますよっていう説明を堂々としてるんですよね。何なんだと、この男は。憲法第7条の2項3項の文言だけが天皇の国事行為じゃなくて国政行為の文言に差し替えられてるってことは、中学生でも上がるじゃないかと。そんなことを言わないで、内閣総理大臣のいわゆる自民党がいつも言ってるように、衆議院の解散権は首相の専権事項であるということは正しいですよっていう解説をしてるんですよね。バカじゃないかと思いますよね。そういうことですよね。砂月にさん、どうでもできない時はトロイの木馬作戦ということですね。なんだっけ、そうか、だから日刊現代のこの記事も結局その世論誘導のためにこういう記事を書いてるんですね。だから書くんだったら本来日本国憲法第41条の規定と、それから第9条の第3項の規定が謀略的に差し替えられているということで、歴代自民党政権が日本の政治をほぼ独占的に支配してきた理由は、この首相に、衆議院の解散権があるっていう全くの間違い、憲法違反の全くのでっち上げだということを日刊現代は書かないといけないんですよね。書かないでそれを後押しするような記事をこういうふうに書いてると。だから日刊現代も最終的には向こう側なんでしょうね。非常に威勢のいい自民党批判、安倍批判をしてますけど、
根っこのところでは向こうとつながってるんですよ。ということです。ですからこの日韓現代の1月15日、安倍首相躊躇ないが発端、通常国会冒頭解散説再浮上ということで、こういう記事が出回るわけですよね。それに騙されゃいけないよということでしょう。本来だったら前回の衆議院、これも憲法違反ですけど、2017年の7月に衆議院、安倍が突然解散したんですよね。でその時もあの時はあれですよ、野党の代表が前原誠司、そして、突然ですね、小池百合子が希望の党っていうのを作って、希望の党が野党の結集軸なんだというでっち上げをしてですね、で前原誠司も以前から同じ仲間ですからね、それに合流して、結局民主党が解体されちゃったということで、最後の土俵際で、どうにか枝野がですね、立憲民主党を作って、そこにいわゆる野党的な勢力が集まったと。そして希望の党が瓦解しちゃったということですよね。だから安倍が勝ったわけですよ。で、今回も同じような野党を分裂させるような動きをした上で彼は衆議院を解散するということをやるでしょうね。本来だったら2017年7月ですが4年後ですから2021年7月が任期なんですよ。だから今年じゃなくて来年の7月なんですよ、衆議院の解散は。4年間ですから。だから衆議院の解散の日が4年ごとだということが分かってれば、そのために候補者の擁立とか政策等々が準備できますよね、十分ね。それを突然、このように振り回すから野党がもう動揺して、もともと勢力弱いのに戦える状態にないんですね。足を引っ張り合うということを戦後70年間以上ずっと繰り返してきたと。もうやめようということでしょうね。2つ目、これは何だ、これはトランプに関する新しい本が出たんですね。ワシントンポストの2人の記者が書いた本なんですね。でこの本の中で言ってるのは、トランプっていうのは本当に歴史を知らない、危険なほど無知だという。そして、なんか真珠湾を訪問した時、何のため真珠湾に来なくちゃいけないのという歴史のことを全然知らない無知を晒したということなんですね。でドナルド・トランプ大統領はインドと中国が国境を接していることを知らず、ハワイの真珠湾を訪問する意味もよく理解していなかったと、米紙ワシントンポストの記者2人による新著ベリーステーブルジェニウス非常に安定した天才の内容の一部が15日同紙に掲載され明らかになったということですね。これはぜひ読んでみたい本ですね。これそうだ。
インドの首相に会った時に、インドと中国は国境は接してないんでしょうとかなんか言ったんですね。だから直接的な衝突はないんじゃないですかみたいなことを言ったんじゃないですか。トランプが中国寄りですから。これですね。そして3つ目、トランプ大統領の弾劾訴追決議上院に送付、21日に審理開始と。だから普通だったら権力乱用と議会妨害の容疑で訴追された人間はその権限を一時的に剥奪すべきなんですよね。で、自宅で謹慎してろということなんですけど、彼は一切この弾劾訴追決議が出されていることを一切無視してこともあろうか、イランのナンバー2の政府高官をドローンによって殺害しちゃったと。権力乱用そのものじゃないですか。議会無視じゃないですか。議会にも一切言わないと。だから繰り返してるわけですよ。ウクライナの疑惑、いわゆるバイデン民主党大統領候補親子のスキャンダルをウクライナ大統領に報告させようとして、それでウクライナへの軍事援助費250億円を一時凍結したというようなあからさまな権力乱用と、それからそれを調査する議会に対する調査妨害をあからさまにしたと。この2つの容疑が正式に容疑で起訴されたんですよね。普通民間人で刑事訴追された被告っていうのは謹慎しますよね。再び同じような権力乱用とか調査妨害をさせないように。でもこのトランプは一切関係なく振る舞っていると。おかしいですよね。そして、ダボス会議、21日から始まるダボス会議に出席するということらしいですよ。で、グレタさんも出るということで、直接対決されば面白いですね。トランプ氏やグレタさん参加と。ダボス会議、気候や中東なんだ、気候や中東議題にか、時事通信ですね。これ21日から24日です。ダボス会議が開催されると。そうですね。そして次に、名簿はなかったことにと官僚たちが目論んだ完全犯罪、すべては安倍のためだと。田中隆作ジャーナルですね、14日付。権力犯罪そのものですよね。公文書を廃棄する、偽造する、ということですね。そしてトピックスの最後はですね、これも問題ですよね。鳩山だ。鳩山氏遺族は7億円申告漏れと。世襲議員に無税相続の抜け穴ってことで、これはもう安倍とかですね、
等々がやってることなんですよ。政治資金団体に個人で寄付して、それを本来だったら相続税として半分ぐらい、税金として、納めなくちゃいけないのを政治資金管理団体の資金にして、無税で、脱税するというのを鳩山、の遺族がやったってことなんですね。これ日刊現代。鳩山鳩山邦夫か100億円超の遺産があったと言われてるんですね。ブリヂストンの株を持ってたんですね、お母さんが。これはもうあれですよ、政治資金団体の個人寄付で、相続税を脱税するということは即やめさせることが普通だったらやるんですよね。そんな野党だろうが与党だろうが、それがもう繰り返されてるということでしょう。抜け穴なんですよ。政権交代しないとどうしようもないですね。から最後、今日の重要情報です。山口紀之逮捕を握りつぶした中村格が警視庁ナンバー2と次長になったと。報道ステーションに圧力、安倍首相の息子の喧嘩にまで介入した官邸の中堅ということで、これリテラですね。こんなこともまかり通っちゃってるんですね、日本は。権力犯罪者が一切権力犯罪に対して免罪免責されているというとんでもない国になっちゃったんですね。リテラス。ということですね。警察庁の次長ナンバー2っていうのは絶大な権力を握ってるみたいですね。単なるお飾りじゃなくて、実際はナンバー2が仕切ってるということなんで、予算から人事権からいわゆる警察組織、日本の25万人の警察組織を実質的に仕切ってるのがナンバー2の次長だということなんですね。恐ろしいですよね。ということで今日の金曜日の放送これで終わりです。時間が1時間18分78分38秒、同時期で見られている方が30名様、全体で98名様、コメントが54桁。今日金曜か、今日木曜ですね。失礼しました。明日があるんですね。だからこの朗読も明日金曜日、できますんで、ということで今日木曜日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコメントが55件ですね、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんの、ギフトですねいただきました。ありがとうございました。間違ってましたね。今日は木曜日でした。で明日金曜日放送ありますんで、またよろしければ合流してくださいということで、今日木曜日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。砂月さんですね。雪組っていうのは三宅由子さんを追悼して、付け加えたんですかね、砂月さん。ということで、今日の放送終わりです。お疲れ様でした。また明日。